こんにちは、ソニック研究員のケイティです。どうも、助手のマルルです。今回は、ソニック15周年記念作にして、シリーズ1の大炎上作、ソニック・ザ・ヘッジホッグについて、その炎上の原因を解説していきます。なおゲームの内容については前編で紹介しているので、まだ見ていないという方はぜひご覧ください。前回お預け食らってから気になって夜も眠れなかったぜ。早く解説してくれ。それでは、早速スタートです。実に残念だ。数々の素晴らしい点を備えながら、なぜ今作が炎上し、黒歴史と呼ばれてしまっているのか。単刀直入に言いましょう。このゲームとして成り立っていないんです。ゲームとして成り立ってない？どういうことだ？具体的には、こちらのような大きな3つの問題があります。まず1つ目の、ロード地獄について。今作のロード時間は非常に長いです。試しに測ってみましょう。こちらは、アドベンチャーフィールドからステージに入った時のロード画面です。まあ多少のロード時間は仕方ないんじゃないか？言うても15年前の作品なんだし。ちょっと遅いな。まだか？やっとロードが終わりました。かかった時間は約24秒です。確かにちょっと長いな。でも炎上するほどではない気がするぜ。確かにこれだけだったらまだ我慢できます。ではこちらはどうでしょう？先ほど紹介した、やり込み要素のミッションを受注する映像です。まずミッションを受注して、ロードに入ります。ふむふむ。ロードが完了したらミッションの説明を受け、ロードに入ります。は？今吹き出し一つ分しか喋ってなかったぞ。このように、会話のみにもかかわらずロードが入ることも、今作では頻繁にあります。確かにちょっときついかもだぜ。でもこれやり込み要素だよな。ストーリー重視だったら気にならないんじゃないか？それが、そうでもないんです。こちらの映像をご覧ください。ムービーからボス戦に切り替わる場面です。ムービーが終わり、ロードが入ります。そしてボスの名前が表示されて、まさか。ロードが入ります。うわぁ。まだ終わりません。ボスを倒したところまで飛ばしてみましょう。ボスに最後の一撃を与えると、止まった？ロードです。うわぁ。そしてボスが倒れるムービーが入り、もうやめてくれ。ロードです。もうダメだー。このように、とにかくロードが頻発するんです。しかも1回あたりのロード時間も長いので、全然先に進めません。せっかくの面白いストーリーも、ここまでペースを乱されるとなかなか没頭することができず、逆にストレスが溜まるばかりです。こんなに何をロードしてるんだろうな。続いては、処理落ち地獄について。今作なんですが、プレイ中の8割方処理落ちします。処理落ちするとこのように極端に動きが鈍くなってしまうので、操作がしづらくなることはもちろん、ソニックの大きな魅力である、爽快感が台無しになってしまいます。確かにこの遅さは厳しいな。しかも急に来て急に治るから、めちゃくちゃやりづらそう。この処理落ちのせいでミスすることもざらにあります。さらにステージだけでなく、アドベンチャーフィールドでも処理落ちします。先ほどのロード地獄にこの処理落ち地獄が重なるので、本当に今作はなかなか先に進めないです。最後に、極悪な操作性について解説します。今ご紹介した処理落ちのせいもあるのですが、それを除いたとしても、今作の操作性はかなり悪いです。基本的に動きが大きく、方向の微調整がほとんど効きません。そのため、カーブなどではスピードを落とさざるを得ない状況になってしまいます。さらに、ボードのジャンプ中も微調整が効かないので、このような場所でレールに乗るのはほぼ不可能です。滑っている最中も謎の挙動を起こすことが多々あるので、ノーストレスで完走できたら奇跡ですね。そして極悪な操作性の最たるものは、こちらの高速パート。このパートでは敵はもちろんのこと、壁合いは、飛び散る破片にも当たり判定がついています。それでいてここでも方向の調整が効きづらいため、初見でクリアするのはほぼ不可能。覚えゲーの領域に入っています。また個人的にあまりにもひどいと感じたのは、こちらの柵に引っかかった時。当然柵にも当たり判定があるのでダメージを負うのですが、なぜかその後ジャンプすることができず、もう一度当たってミスになってしまいました。うわ、これはひどい。以上のロード地獄、処理落ち地獄、極悪な操作性の3拍子が揃ってしまった結果、今作は大バッシングを受けて黒歴史と呼ばれるようになってしまいました。
確かにこれはあんまりだな。ゲームとしての最低限のレベルを満たしていないというか、ゲームとして成り立ってないって言ってたのも納得だぜ。個人的な意見ですが、ゲームで最も大切なのは、体験だと思っています。素晴らしい物語は映画や本でも見られますが、物語を体験できるのはゲームだけです。だからこそ、ゲームはこんなにも多くの人々に愛されているのだと思います。今作はシナリオや各キャラのゲーム性、BGM やステージ構成など、やろうとしたことやコンセプトは本当に素晴らしいんです。しかしこの体験をおろそかにしてしまっているため、黒歴史と呼ばれても仕方がないかと思います。ここをしっかり作り上げていればシリーズきっての神ゲーになっていた可能性も十分あるだけに、本当に惜しいゲームです。ちなみに今作の失敗を受けて、これ以降の作品ではストーリーと登場キャラクターの深掘りが一気に減り、基本的にはソニックがエッグマンを倒すだけの物語になってしまいました。もちろんブーストやカラーパワーなどの魅力的なシステムが追加されたといういい面もたくさんあるのですが、ワクワクするストーリーやいろんなキャラクターの活躍が見られないようになってしまったのは、ソニアド世代としては悲しい限りです。現代の技術でこのゲームを体験させてほしいと切に願っているのですが、公式でも失敗した作品という扱いになっていると思いますし、難しいでしょうね。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか？このチャンネルでは、ソニックに関するあらゆる情報を発信しています。動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録や高評価をしてもらえると嬉しいです。それでは、次の動画でお会いしましょう。